した。始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回に引き継ぎまして、はい、吉尾さんにスペシャルコラボの回をやってさせていただきます。はい、よろしくお願いしよろます。しくお願いします。本当にありがとうございます。そうですね、いつもイベントご参加ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。出ていただいて嬉しいです。今回は、はい、眠れぬ亡霊ミレシントのご紹介に。そうですね、ミレシント。はい。吉尾さんといえばミレシントですよね。いやでも一番これ使ってますね。一番使って一番勝率高いデッキがこれなんで。あ、そうなんですね。なるほど。かなり年季入ってるんで。はい。一応レベルは5、6ぐらいですか。でも5、6だと勝てすぎるんで、7、8でめっちゃ負けるって感じかな。でも殴るんだったら多分5、6でも僕は全然見てて許されると思う。これ5、6だと無双っすよ。無双っすか？本当に負けなしぐらい強いから、だから7、8で勝てねえっていう感じが俺好きですね。なるほど。そんな感じなんですね。一応能力僕は説明させていただきます。はい。こいつは7マナアドリウスの44で唱えるためのコストがコントロールしているスピリット1体につき1少なくなる。ということで、7マナなんですが、めっちゃコストは軽くなりますよと。はい。で、飛行で44で言いました、眠れぬ亡霊ミレシントがあなたがコントロールしていて、これでもトークンでもないスピリット1体が死亡するか、プレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、11のスピリットが出てくると、トークンが。はい。こいつが、こいつか、あなたがコントロールしていて、これでもトークンでもないスピリットが死亡するか、プレイヤーに戦闘ダメージを与える旅です。はい。ちょっと変な書き方してます。そうですね。なんかもう分かりづらいですけど。とりあえずダメージ与えればってことですよね。そうです。そうですよね。で、死んでも、出てくる。出てくるという。なるほど。それがトークンでないなんですよね。そうですね。なんかトークンはもう、そこから増えることないですけど、はい、普通のスピリットはダメージ与えるとスピリットトークンに続けるし、はい、で、死んでもトークン出てくるしってはい、なるほど、なるほど。で、もちろん皆さん吉尾さんのミレシントはご存知だと思いますが、はい、これを今日はご説明していただくという。いやでもね、俺一番驚いたのが、はい、どうですか？これミレシント自身で誘発しないって俺今気づきました。あ、本当ですか？で、これを俺今3年間ぐらいずっとやってて、誰からも突っ込まれないんですよ。そうなんですか？俺だから本当に今驚いて、だって3年ぐらいって誰からも言われてないってすごくないですか？マジで？みたいな？これ自信は誘発しないんだ。そうみたいですね。でも自信誘発するかしないかはそこまで大きく影響はしないからいいんだけど。はい、確かに。そういう書き方を一応結構正確に読むとそうみたいなっちゃう。だからコマンダーって結構相手のジェネラルに対して無関心なんだよ。確かに。本当に今まで一度も言われてないもん。そう、人に任せきりになりますからね、大体。あ、そうなんだってことで。いやもう結構誘発ミスとか間違えてることよくありますからね。だからミレシント自身の1匹で産んだスピリット200匹ぐらいいるんじゃないかな、今までの累計したら。マジで罪を今背負ってますね。これでも飛んだことないんだ。あ、本当だ。これ自身ダメなんだ。みたいですね。まあいいわ。でもじゃあちょっとミレシントの説明入らせてもらお願いします。ミレシントの強みは何といっても、そのスピリットさえいればマナ軽減されるんで、何回死んでもリカバリーされるっていうので、なるほど。で前除けもある程度は死亡時に何匹か出すんで、でそれでまたある程度低いマナコストでキャストできるんで。それすごい強みだと思いますね。で、あと出てくるトークンも本体も飛行持ってるじゃないですか。なるほど。さっきのエドガーと違って、回避能力をデコで持ってるから、やっぱりちょっとした労働恩恵がもろに受けれるの強いですよね。なるほど。というわけで今回はこのミレシントが強く動けるようにするためのそのサポートのカードをいくつか用意したのでちょっと語らせていただきます。スピリットは当然並べてくるんですよね。ああ、そうですね。そうですよね。はい。で、できる限りその実体のスピリットがいいんですよね、トークンじゃなくて。なるほど。だけどやっぱトークンだと割がいいじゃないですか。それこそ幽体の行列とか打ったらもう次のターンミレシント3マナ軽くなってるんで。幽体の行列って何でしょう？3マナで3匹出るっていう最もコスパのいい。なるほど。すごいですね。そんなんあるんですね。これそうスタンとかモダンでも活躍してたやつで、あれとか打つとクロック3でさらに3マナ軽減っていうのはベストなんですけど、それよりもね、なんかいぶし銀のやつらはちょっと
何匹か紹介していこうと思います。はい、お願いします。まず1個目がですね、はい、これ密教の典型というカードで、これ青 X で、はい、X 枚引いた後、X ディスカードするんですよ。なるほど、なるほど。だから手札はなんだ減ってるんですよ、これ使ったので。減ってますね、はい。ただ、これ捨てたカードのカードタイプ1種類につき、11フライヤーのトークンが出てくるんで、スピリットは。なるほど、なるほど。だからソーサリーインスタントクリーチャーとか捨てれば3匹出るし、でもなんだろう、エンチャントアーティファクトとかまで捨てれば、5体とかも出ることあるんですよ。なるほど、しかもルーティンもできてる。そう、ルーティンもできてるってので、だから序盤、土地詰まりとかも防止できる上に、ミレシンとのクロック減っていうか、コスト軽減減も生まれるから、これかなり強いですね。しかもインスタントなんで、一応構えながら安全に打つっていうこともできます。あと変なプレーですけど、X イコール20とかで20枚引いて、パーツ探しに行くみたいな、コンボ探しに行く方でも使えます。なるほど、なるほど、なるほど。っていうので、密教典型、これ一応コマンダーデッキが入ってなくて、かなりいいですね。強いですね。で、次が、同じく、コマンダーデッキに入ってたカードで強いカードで、尊い捧げ物という、なるほど。4マナインスタントで、対戦相手1人と、自分に11スピリットを3匹出すんですよ。なるほど、いいですね。いいですね、それ。4マナインスタントで、相手も得ちゃうけど、こいつは別に後でゆっくり料理すればいいだけなるほど、で、さらに、その後、クリーチャーの数だけ2点ゲインできるんですよね。なるほど、なるほど。だから一応こっちいっぱい並んでたら、その3匹トークン&大量ゲインみたいなので、なるほど、なるほど、なるほど。殴り合いの戦場を強くしていけるカード。強いですね。で、同じくインスタントなんで。なるほど、なるほど。で、青白ってやっぱ結構構えて強いカード多いじゃないですか。そうですね。カウンターしかり。確かに、確かに。そのテレビの防具みたいなしかり。だから結構これインスタントなの両方とも強いなっていうので、対応しております。なるほど、いいですね。それ、並べられますからね。で、次に強いカード。で、これも同じくミリシントデッキに入ってたカードなんですけど、これすごいですよ。ドラゴスコルの援軍。4マナ22のスピリットなんですけど、回線持ってるんですよ。動画で活躍しましたよね。そう。だから回線って激強コマンダーメカニズムで、対戦相手数、殴った数分だけ修正つくんですよね。なるほど、なるほど。だから3人に殴りかかったら、全体プラ3だし、なるほど、なるほど。で、海外でやってるバトルロワイヤルみたいな50人ぐらいやったやつで、もし、全方向やるから、回線かなりぶっ壊れメカニズムなんで、日本で4人ぐらいでしかいないじゃないですか。そうですね。海外5人、6人やってるタイプなんで。そうなんですね。なるほど。だからアメリカ行くともっとこいつ強いですよ。すごい。で、その回線を全部のスピリットに与えるんですよ。で、さらにスピリット、戦闘ダメージじゃないダメージ全部軽減っていうので、だからでもブロックされた方が死んじゃうんだけど、火力とかでは死ななくなるっていう、そういう除去耐性も与えてくれる。めっちゃいいですね。このデッキっぽいカードですね。ただこいつミスは飛んでないんですよ。なるほど。だから俺今までこいつは飛んでると思わせて馬術みたいな感じでアンブロしてたの何回かあるの。飛んでないこれマジでそうですね。確かにでも1回は使えるってことですよね。そうですね。であと一応回線でプラ3とかつく前提なら55ぐらいにはなるかなっていうカードです。で次のカード。で次の攻めちょっとこいつ外していいですか。いいですよ。いいですよ。他に何かありますか。で次の攻めはこいつですね。王神の玉座でございます。これ多分コマンダーで結構使われてるカードじゃないかな。いやわかんないですね。あんまり能力ちょっと一回説明してもらっていいですか。これすごいですよ。終了ステップ時に、俺の戦場の寝てるクリーチャーの数だけ対戦で全員ライフしてる。たまに使われますね。なんか横並び系のジェネラル、エルグラとかゴブリンとか、横並び系のやつだったら入ってますね。激強なんで。でミリシンとなんかトークンいっぱい出るし、で飛行持ってるから殴ってブロックもされないじゃないですか。そうですね、そうですね。安心して横になれるという。いいですね。王神の玉座2万のとこが激辛なんで。いいですね。クロックのテンポを邪魔することもないいいカードです。いいですね。これマジおすすめです。で次。で次はですね、先にやっぱこれかな。何ですかそれは。これはもう本当に最強カード旗印です。旗印強いですよね。そう、これはねやっぱ回避能力と旗印は激強ですね。なるほど。だから10匹ぐらい並んだ段階でこれ出したらもう一応勝ちなんで。一応能力を知らない人のために説明すると、その種族の数分全員がその種族修正するっていうカードなんですよね。そうですね。全員がですけどね。そう。だから、スピリット
と10体いたら、まあ一応自信用の僕だからプラ9かな。全員でプラ9修正でデータで書かれるという。例えば相手がゴブリンデッキとかだったら相手もゴブリンが。そうなんですよ。これ全員なんですよね。だから問題はマジでそこで、だからよっしゃ俺強くなったと思ったら相手のゴブリン軍団とかめっちゃ強くなってるみたいで、殺しきれない時に使うと大変な目に遭いますね。面白いですね。あと全然その部族デッキじゃなくても、なんか密かに結構よく見たらいるっていうのよくあるんですよね。なるほどなるほど。俺はこの間7番でドラフトやって遊んだんですけど、7番ドラフトやったらなんとなく置いて、俺マーフォークでその修正を受けようと思ったら相手の人間の方がいっぱいいて、向こうの人間全員5とか6になって。なるほどなるほど。それちょっと面白いカードですよね。そうですね。だから全員受けるから、これはねちゃんとルール把握しないとマジでやばいからです。使うときは慎重に。はい。他にはありますか？はい。次はちょっとこれあれですね。なんだろうそれ。モートですね。おお。伝説の。モートは誕生日プレゼントで送ってくれたリスナーさんがいて、すごい。さすがにこんな高価なもんなんで使わなきゃいけないと思って使ってます。すごいヘイト上がりそうですけど。いやでもなんか飛行しか殴れなくなるっていうので、こっちは飛行だから。そうこっちも全然ないんですよね。めちゃめちゃぴったりですよねこれ。まさにこいつのためにあるぐらいの。ただ異常なまでに高いんですよね。高いですね。コマンダーすごいなんか人気わーって上がった時は20万ぐらいしたもんね。本当に高い時は。一応知らない方のために能力を説明すると、飛行しか殴れない。飛行しか殴れなく、全員が飛行しか殴れなくなるという素晴らしいカードですね。そういったカードです。はい。今団結のドミナリで当たるかもしれないんで当たったんですか。当たられた方もいましたよね。そうね。当たった方僕の中でいましたね。羨ましい限りで。最後がこれ一番好きで、僕も好きです。これ本当にこれで何回勝ったか。ストリク成分闘技場ですね。いやこれはすごい。これはすごいです。これ普通にマナーパクトなんですけど、マナ出したらカウンター1個乗るっていうのに加えて1点入るんですよね。そう1点入るんですよね。でさらにこっちのクリーチャーがダメージ与えても1点入るんですよ。で10点入った瞬間に対戦相手1人死亡するっていう、誰か1人倒せるっていうので俺が勝利じゃないですけど1人を葬れるっていうのがあって、これはかなり面白いですよね。でもねこれね2段攻撃とかと合わせてやると1回のアタックで2人葬れたりするんですよ。なるほど、ありえるんですね。なるほどなるほど。だから2段攻撃って白のアクローマのあれじゃないですか、当事者レジェンドのあれで付与できたりするんで、2段攻撃で2人葬った試合とかはあったから、あったんですね。なるほど。あれはめちゃめちゃ良かった。面白いですね。僕思い出深いのが、初めて吉野さんと対戦させていただいた時にこれあったんですよ、この事件が。で一人死ぬっていう場面になって、誰かちょっとどうしようかなってなってて、その周りがキーンってなったんですよ。その僕が死にますって言って、で多分もう一人の方は、どうせ変更はたきとかで曲げてくるんだろうって思ってたのが、本当に死ぬってなったんで、それをじゃあ錯覚しますよって言ってみた思い出が。そういうブラフがうまいことできるって。いやでもうまいこと、いやでも本当に心からもう諦めようと思って自ら言ったら助けてくれる人がいるっていう。そう、これ待って、変更はたきのずれるのか。多分ずれると思いますね。ずれないですか。稲妻曲げとかこれはずれないですね。ターゲット先はもう固定されてますね。食らったやつだもん、そのプレイヤーが。じゃあ素直に助けてくれるんですね。思い出忘れられないですね。これはすごいな。だって自ら名前出ましたからね、僕諦めますっつって。そうですね。というわけでこれは普通にマナファクトとしても偉いし、かなりいろんなデッキで使われてますね。有名な。俺これかなり自分で発見してセンスあるなって感じ。いやセンスあります。これよくこんないいもん見つけたなっていう。いやこれいいですよね。コマンダーね本当にねマジで研究されてないからこういうのいっぱいある。だってそれこそミレシンとの能力みんな知ってないからね。それがいい例だからね。3年間俺この能力一度も注意されてないの人に。全員で間違えた。そうなんですね。一応1枚だけ、僕のおすすめが1枚だけあるんですけども、スターライトスペクタキュラーっていうアンフィニティのカードなんですけども、これ一応ね日本語の能力は、4個のエンチャントで、あなたのターンの戦闘の開始時に、あなたがコントロールしている全てのクリーチャーが選ばれるまで、あなたがコントロールしているクリーチャー1体ずつを選ぶ。で、要は説明しますと、
隊列を組むんですよ。一番前の人、2番目の人、3番目の人、で、それ、前の人の数分修正みたいな。ことなんです。隊列、まっすぐ並ぶっていうカードなんですけど、これ結構強くならないですか？確かに、並ぶから。並びだから。だから、なんか変な旗印ですよね。そう、変な旗印なんですけど。1、2、3、4、5、6で修正できるけど。これ、かなり強く使えると思うんで。あ、確かに、おもろ。これ面白くないですか？面白いです。隊列組みますって言い出して。これ、よかったら使ってみて。あ、いいな。これは、使おう。はい。普通におもろい顔だった。いや、ありがとうございます。いえ、これ、おすすめなんで。まあ、そんな感じになりますかね。一応この名神とのリストも、高評価80いただけましたら、そうですね、写真はじゃあ写真いただきますんで、公開させていただきますので、高評価お願いします。あと何か告知ありますか？そうですね、前回も言ったんですけど、コマンダー面白いですけど、そろそろスタンダードも盛り上がったらいいなっては思ってるんで、10月12日にジャパンスタンダードカップっていうスタンダードのイベントが、別に俺が主催しないから、この地球上にあるっていう話をみんなに伝えておこうと思います。なんか俺が言うとなんか、こいつなんか主催なのかと思うけど、俺全く関係ないです。ただスタンダード盛り上がった方が多分来年以降きっと面白い世界が待ってると思うんで、スタンダードで気持ってる方はぜひ参加してみてください。はい。本当にありがとうございました。今日はありがとうございました。今回の動画は以上になります。おしまい。